こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は大の大冒険に登場するマ弾丸用のベルトを作ってみました。このように左には弾丸を入れるポーチがついてます。右側はもちろんホルスターがあってマ弾丸がこのように収納できるようになっております。それでは早速みんなで作りましょう。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずはベルトの本体部を作っていこうと思います。合皮をカットしていきます。合皮は手芸店で売っています。今回はキャラ布というネット通販の生地店の商品を使っております。僕みたいに田舎に住んでる人はそういったネット販売を使うとよろしいかと思います。切った合皮と COS ボードをボンド G17 という接着剤で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で売ってます。こういったたくさん使う場合はホームセンターで大容量の商品を買ってくると良いかと思います。僕はたくさん使うので缶入りの商品を買ってきてそれを使いやすいように100均で買ったドレッシングのボトルに移し替えて使っています。とりあえず貼ったらいらない部分をカッターナイフでカットしてしまいます。そして今度は端にボンド G17 を塗って端を貼り付けていきます。ボンド G17 ですが、こちらは実際には塗った後ある程度乾いてから貼り付けるという接着剤になっています。そこら辺勘違いしててすぐに貼り付けちゃう人が多いですが、そういう使い方ですので、そのようにご使用ください。動画では尺の都合で乾燥させて待っている間とかは切ってますが、実際は多少待ってから貼り付けてます。マジックテープをカットします。これは100均で買ってきたものですが、手芸店でも売ってます。同じようにマジックテープをボンド G17 で接着します。ちなみに瞬間接着剤を僕はよく使ってると思うんですけど、マジックテープは瞬間接着剤ではくっつきません。引き続き円形のパーツを組み立てていきます。もう作業の流れは同じですね。ボンド G17 で貼り付けて、端に塗って折り返していくという流れになっております。瞬間接着剤で貼り付けます。今思えば別にここもボンド G17 でよかったですね。逆ヨガ大の大冒険の動画やドラゴンクエストの動画は他にもいろいろありますので、この動画の後にぜひ他のも見ていってくださいね。弾丸を保持する部分を組み立てていきます。これまで同様ボンド G17 で合皮を貼り付けていきます。この後、カシメという金具を打ち込んで固定するのですが、その下ごしらえとしてポンチで穴を開けてます。ポンチはホームセンターに売ってます。カシメを専用の内台と内棒を使って取り付けていきます。カシメは東急ハンズで買いました。東急ハンズっていうのは都市部に展開している何でも売ってるようなお店ですね。カシメというのはよく革細工で使われている金具です。財布とかでも使われたりしますね。それを内棒で叩くだけの簡単な作業となります。別に瞬間接着剤で貼り付けてくっつけるだけでも全然構いません。お好みで選んでください。逆ヨガ動画の補足情報、型紙データ、作業時の注意をサイトにまとめてます。サイトも必ず読んで楽しく安全に作業しようね。動画の説明欄にサイトのリンクがあります。次はホルスターを作ります。作り方の流れはこれまでと一緒ですね。合皮をボンド G17 で貼り付けていきます。ちなみに塗りの端に使っているのは COS ボードの切れ端です。意外と使うので切れ端は取っておくと後々使えるのでいいかなと思います。こちらはホルスターがぶら下がっている帯状のパーツとなります。これも同様に作ります。ここからは穴を開けてカシメを打ち込んでいく作業です。今回作っているこのガンベルトのデザインですが、大の大冒険クロスブレイドというゲームのデザインが好みだったので、それを採用しました。
原作とかだとデザインちょっと違いますが、作り方の流れは一緒ですので、ぜひ応用して作ってみてくださいね。そうこう言ってる間に完成です。重量は 150g となっております。このように前でマジックで開くようになっておりますね。制作時間は3時間、材料費は1000円となっております。弾丸をこのように3つ収納することができます。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。今回の動画のように COS ボードに合皮を貼ればこういった革風の製品が簡単に作れます。この後同じような作り方をしたグッズをいくつか紹介しますので参考にしてください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうね。